あんたみたいな老いぼれじいさんは、隣の老人会のパーティーへどうぞ。会社の創立記念パーティーを訪れた私に対し、受付の彼は暴言を吐いた。確かに会社のパーティーに出席するのだと告げるも、彼はさらに私を蔑んだ目で見てくる。どこの部署にあんたみたいな年寄りがいるって言うんだよ。笑わせるなよ。うちはな、選ばれた人間にしか入れない大企業なんだよ。あんたみたいなじいさんに用はねえよ。さあ、帰った。私を適当にあしらい、追い出そうとする。一流大学を卒業し、この会社の専務に叔父を持つ彼は、自分が特別な人間だと勘違いしていた。そのことを注意もしてみたが、彼は聞く耳を持たない。最後まで私のことを嘲笑い、怒鳴り散らす彼の姿には、もはや呆れるしかなかった。笑わせるな、だと？それはこっちのセリフだ。彼はあまりに調子に乗りすぎた。そのことを理解させるため、私は彼を徹底的に叩き潰すことにした。私の名前は斉藤純一。70歳を過ぎ、経営する会社の一線を退いて、名ばかりの会長としてのんびりと過ごしている。思い返せば大変でもあり、充実した日々を過ごしてきた。私は幼い頃に父を亡くしており、母が身を粉にして働きながら、女手一つで育ててくれた。当時は食べるものも少なく貧しかったが、母はどんなに生活が苦しくても、いつも朗らかで優しかった。どんな時も子供のことを最優先に考えてくれて、母自身のことは二の次だった。私はそんな母を少しでも支えたいと思い、中学を卒業したらすぐに就職するつもりだった。それが私にできる母へのせめてもの恩返しだと思ったからだ。しかし、そんな私に母は言った。いいかい？お前は賢くて優しい子だ。将来きっと人様の役に立つことを成し遂げられるはず。そのためにしっかり勉強するんだよ。そう言って頭を撫でてくれた母の手のぬくもりを私は生涯忘れることはないだろう。そんな母の期待に応えるべく、私は寝る間も惜しんで猛勉強した。そして奨学金を得て大学に進学し、経営学を学んだ後、卒業してすぐに会社を起こした。一代で起業し、会社を大きくしていくことは苦労の連続だったが、くじけそうな時はいつも母の不屈の精神を思い出し、自分自身を奮い立たせた。こうして様々な紆余曲折はあったものの、今では業界最大手にまで成長したのだ。当然、私一人の力でここまで来られたのではない。幸いなことに優秀な社員に恵まれたおかげだ。個々の努力と知恵を合わせて切磋琢磨しながら共に歩んでくれた社員たちには心から感謝している。会社を始めた頃はいかに会社を大きくするかということを考え、がむしゃらに働いてきたが、今は会社が発展することで、社員やその家族が幸せになることが私の願いだ。現在、会社の経営は娘婿のやすしに任せている。やすしは大学を卒業後に入社し、うちの会社一筋に働いてきた、とても真面目な男だ。娘の恵子とは、社内の親睦を深めるためのレクリエーションに家族で参加した時に出会った。その時、
二人が楽しそうに会話している様子を目にしたが、まさか結婚することになるとは思ってもみなかった。社長、いえ、これからは社外ではお父さんと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。どうかお嬢さんと結婚させてください。お父さん、私、やすしさんの誠実なところが大好きなの。ね、認めてくれるでしょ？私は驚きと同時に歓喜した。というのも、私は彼の仕事ぶりだけでなく、人間性に惚れ込んでおり、娘にはこういう男性と一緒になってもらいたいと、密かに思っていたからである。娘が幼い頃から私は仕事が忙しく、寂しい思いもたくさんさせてしまったと思う。こうして彼の隣で幸せそうに笑っている娘の姿を見て、私は目頭が熱くなった。しばらくして私は自分の年齢のこともあり、次期社長を任せたいとやすしに告げると、とても驚いていた。大変光栄なお話ですが、諸先輩方を差し置いて僕に務まるでしょうか。もっと適任の方がいらっしゃるのでは？やすしは43歳。社長に就任するには若い年齢ではあるが、私は彼こそ適任だと確信していたのだ。確かにまだ若いが、これまで会社に貢献してきた功績と人望の厚さは社内の誰もが認めている。私もこれからは会長としてできる限りのサポートはしていくつもりだから、引き受けてくれないか？わかりました。精一杯務めさせていただきます。こうして私は会長となり、経営の一線から退き、穏やかな日々を過ごしているというわけだ。会社を起こしてからこれまで、ひたすら会社のために奔走してきたが、現在は妻と散歩をしたり、趣味の庭いじりをする時間の余裕も増え、毎日充実している。そんなある日のことだ。恵子が相談があると言って我が家を訪れた。相談なんて珍しいじゃないか。どうしたんだ？それがね、このところ、やすしさんが会社のことで悩んでるのよ。心労が絶えないみたいなの。私には会社のことはわからないし、お父さん、話を聞いてあげてもらえないかしら。そうなのか。わかった。私は久しぶりに会社へ行き、やすしに話を聞くことにした。恵子に聞いていた通り、やすしは心労から少し痩せたようだ。ずいぶん苦労しているようだが、何があったんだ？私で力になれることがあれば、何でも言ってくれ。わざわざお越しいただいてすみません。実は、やすしが言いにくそうに話し始める。話を聞いてみると、今年の新入社員の上田という男に問題があるのだという。上田は専務の甥いで、専務が強く推薦したことで入社したらしい。つまりは5年入社である。専務といえば、私の下で長年会社を支えてくれた人物だ。会社の経営が軌道に乗る前の不遇の時代も共に乗り越えてくれた。私にとっては、いわば同志のような存在である。やすしは苦渋の表情を浮かべながら、上田の素行の悪さを説明する。彼は仕事ができないという以前に、やる気が全くありません。そのくせ、プライドだけは高く、人の話を聞かないので、手に負えないのです。聞けば、上田は新人を指導する立場の社員が仕事を教えようとしても、自分は一流大学を卒業しているエリートだから、誰にでもできるような仕事はやらないなどと、何かと難癖をつけては仕事を拒むのだという。専務の甥いということで、ある意味
腫れ物のように扱われる上田を、周りの社員たちが丁寧に説得して、なんとか仕事に着手させたが、ミスが多すぎて修正をするのに、かえって時間と労力がかかってしまったらしい。さらにミスを指摘された上田は、教え方が悪いからだと言って逆上し、きちんと指導してもらえなかったことを専務に告げ口してやると騒ぎ出す始末。専務は上田に問題があることを知らないのか？いえ、お伝えはしたのですが、当然専務から注意したのだろう？それが、おいは昔から学業優秀で、物おじしないところがあるから、多少の生意気は許してやってくれとおっしゃって、こちらの訴えをまともに取り合ってもらえないのです。なんということだ。専務が新しい社長を支えてくれれば、会社は安泰だと、絶大な信頼を寄せていただけに、にわかには信じがたい話だった。頭を抱える私に、やすしは続けて話す。その後、専務は上田のミスを指摘した社員を呼び出し、指導方法を見直すように強く叱責したようです。その一件があり、社員たちは専務を恐れ、上田に何も言えなくなってしまったというのだ。上田はますますいい気になってのさばり、それまで以上に仕事をサボってばかりなのだとか。遅刻をするのは当たり前。仮病を使って早退することもよくあるという。また、少しでも気に入らないことがあると癇癪を起こして、机を叩いたり、椅子を蹴ったりと、物に当たるらしい。それどころか、周囲の社員たちに対し、専務に頼んで出世できなくしてやるなどと、たびたび脅すのだという。社員たちは困り果て、やすしに助けを求めるそうだ。思い返してみれば、私がまだ社長として勤めていた頃、専務から甥の自慢を聞かされたことがある。専務は子供に恵まれず、甥を大層可愛がって愛情を注いでいた。当時は専務の自慢話を微笑ましく聞いていたが、盲目に甥を溺愛し、公私混同して社内に混乱を招くような事態は、到底容認できない由々しき問題である。横暴な態度を繰り返す甥に注意するどころか、味方について守るなど言語道断だ。若くして社長に就任したやすしが、自分より社歴が長く会社の発展に貢献してきた専務に対して強く言えないのも理解できる。ここは私が出て行き解決するしかない。専務に私から注意をするのは簡単だが、伝え聞いた話だけで注意するのは説得力に欠ける。まずはその上田という新人がどのような人間なのか、この目で確かめることにしよう。ちょうど会社の創立パーティーの時期だ。彼に受付をさせてくれ。やすしは心配そうに言う。大丈夫でしょうか。私に任せてくれ。承知しました。そしてパーティー当日を迎えた。会社の創立記念パーティーは、これまでも会社の節目を祝って開催してきた。これまでの軌跡を振り返り、新たな目標を掲げることで、社員のモチベーションアップを図る。取引先を招待客として招き、良好な関係を保つ場にもなる大切な日だ。有名ホテルのパーティー会場に向かうと、受付に明らかに気だるそうなやる気のない若者が何をするでもなくただ突っ立っている。私は彼が上田だとすぐに分かった。大事な会社のパーティーだというのに、身なりもだらしなく、何度もあくびをして全く緊張感がない。私は彼の前に静かに歩み寄ると声をかける。
受付をお願いできるかな。彼は私をじろりと見るなり、露骨に嫌そうな顔をする。さらには、聞こえるように、じっと舌打ちしていった。じいさん誰だ？ここはあんたみたいな、じいさんが来るところじゃないんだよ。いきなりじいさん呼ばわりとは、噂にたがわず、不作法な男だ。私は彼の目をまっすぐ見て名乗る。私の名前は斉藤純一だ。彼は仏頂面で言う。ああ？知らない名前だな。会長になってから会社に顔を出す機会は減ったが、入社式では会長として挨拶をしている。会社のホームページにも創業者として顔写真も載っているのだが、彼は全く気づいていないようだ。自分が勤める会社の会長の名前と顔すら分かっていないのかと呆れていると、彼は私を追い払うかのように言った。あんたみたいな老いぼれじいさんは、隣の老人会のパーティーへどうぞ。そう言って嘲笑う彼が指さす方を見ると、ご年配の方々が集まっている会場があった。年寄りを馬鹿にしたひどい態度に怒りを覚えたが、私は自分が会長であることは告げず、もう少し様子を見ることにした。私は確かに会社の創立記念パーティーに出席するのだよ。まだ言ってんのかよ。招待客なら招待状があるだろう。見せてみろよ。私は会社内部の人間だから招待状は持っていない。上田は蔑んだ目で私を見ている。は、会社内部の人間だと？どこの部署にあんたみたいな年寄りがいるって言うんだよ。部署というのはないが、その言葉を聞いた上田はさらに拍車をかけて罵ってきた。ほら見ろ。所属部署もないのに、うちの社員だなんて笑わせるなよ。うちはな、選ばれた人間しか入れない大企業なんだよ。あんたみたいなじいさんに用はねえよ。さあ、帰った帰った。その大企業の創業者で、会長は私なのだが、笑わせるなというのはこっちのセリフである。そう言われてもな、パーティーに出席しないことには帰るわけにはいかないのだが。なんなんだよ、しつこいじいさんだな。早くあっちに行けよ。何を言われても毅然とした態度で帰ろうとしない私に対し、上田は苛立ちを募らせる。上田は貧乏ゆすりをしながら不満を吐き出し始めた。ったく、だいたいなんで俺が受付なんかしょぼい仕事やらなくちゃならないんだよ。こんなの低レベルな奴らにやらせりゃいいんだよ。君は新入社員だろ？受付業務をするのは当然だと思うが。俺はな、一流大学を卒業したっていう立派な学歴があるんだよ。それに俺は専務の甥だ。もっと優遇されるべきだろうが。悪態をつく彼を私が静かに諭すと、彼はむっとして大声で言い返してきた。おじさんが役職についているからといって、君が偉くなったわけではないだろう。受付業務を馬鹿にしているようだが、それすらまともにできず、人に対して失礼極まりない態度を取るのは、社会人として失格だと思うがね。私は諦めずに注意したが、それがよほど気に障ったらしく、上田は目を見開き、唾を飛ばしながら怒鳴り出す。おいぼれが何言ってんだよ。俺を怒らせるとどうなるのか分かってんのか？許さないからな。怒らせると一体どうなるというのか。自分の力で何も成し遂げたことのないものが、ただ闇雲に吠えたところで滑稽なだけである。上田の怒りは収まらず、周りの目も気にせず大声で怒鳴り散らしている。
私はそんな彼をまっすぐに見つめ、至って冷静に対応していた。すると、そこへやすしが私の姿を見つけてやってきた。会長、お待ちしておりました。その瞬間、上田はぎょっとしてやすしの方を見る。やすしは上田と私のただならぬ空気を感じ取って、恐る恐る私に尋ねた。会長、どうされましたか？何か失礼がございましたか？そのやすしの言葉に、上田は慌てふためきながら声を震わせる。会長？嘘だろ。俺はてっきり部外者のじいさんが入ってきたと思って。上田の言い訳を聞いて、やすしの顔が青ざめた。君は、なんということを。この方は会長だぞ。会長、本当に申し訳ございません。やすしが私に深々と頭を下げる。信じられないという様子の上田の顔がみるみるうちに引きつっていく。残念だが嘘ではない。私はこの会社の会長だ。こんな老いぼれじいさんで悪かったな。上田はひどく動揺した様子を見せたが、次の瞬間、すぐにヘラヘラと笑い出した。それならそうと、早く言ってくれればいいじゃないですか。さっきも言いましたけど、俺、社長をずっと支えてきた専務の甥ですよ。多めに見てくださいよ。軽い調子で、この場を乗り切るつもりらしい。だが、そんなごまかしが通用するはずもない。これまで勤めて冷静に対応してきた私も、ついに声を荒げる。多めに見られるわけないだろう。恥を知りなさい。日頃から君が会社のみんなに迷惑をかけていることは聞いている。専務の甥だからといって、甘やかされることなど、私は一切認めないぞ。ふてくされた顔で、上田は言う。はあ？何の話っすか？とぼけても無駄だ。真面目に働かず、仕事を覚えようともしない。ミスを指摘すれば、専務に告げ口すると脅し、やりたい放題。いくらなんでも、勤務態度に問題が多すぎる。上田は面倒くさそうにため息をつくと、小さな声でぼそっとつぶやく。うるさいな。年寄りは引っ込んでろよ。私もできればそうしたいがな。会長として会社の問題を見過ごすことはできないのだよ。証拠はあるのかよ。全部聞いた話だろ。実際に見聞きしたわけでもないのに、人を疑うのかよ。はあ、これだから年寄りは嫌いなんだよな。上田は開き直り、私に敬語を使うことも忘れて、狂ったように大声でわめき散らす。どうせ俺がおじさんの推薦で入社したことを、妬んでる無能な奴らが、俺の悪い噂を流してるんだ。どうしても自分の非を認めようとしないので、そんな彼に私は証拠を突きつけることにした。証拠ならある。見せてやりなさい。私がやすしにそう言うと、やすしはスマートフォンを取り出した。スマートフォンには上田の問題行動の数々を収めた動画がたくさん保存されている。実は、やすしからこの話を聞いたときに、証拠をきちんと集めておくように指示を出していたのだ。言い逃れできない状況を作らなければ、こういう輩は追い詰めることができないと分かっていたからである。動画だけではない。社員たちの証言も多く集まっている。これでもまだ自分には悪いところはなかったと言い切れるのか？まさか証拠まで突きつけられるとは思っていなかったのだろう。さっきまでの一斉はどこへ行ったのか。上田はうろたえてもごもご言い訳をしている。いや、違う。俺は悪くない。
そこへ、騒ぎを聞きつけた専務がやってきた。上田は専務を見て、慌てて顔を背ける。一体何の騒ぎですか？会長、ご無沙汰しております。いや、久しぶりだな。パーティーの前だが、ここにいる君の甥のことで話がある。あ、俺ちょっとお腹の調子が。仮病を使って、その場から逃げようとする上田の腕を、やすしがしっかり掴んで押さえる。逃げるんじゃない。ちゃんと自分のしたことに向き合うんだ。逃げられないと悟った上田はうなだれた。私は今起きた出来事の一部始終を専務に説明した。専務は信じられないという表情を浮かべて話を聞いている。震える声で専務は言う。そんな、何かの間違いじゃ。うちの甥は昔から優秀で、どこに出しても恥ずかしくない人間だと思っていたのに、まさか会長にそんな無礼を。上田は、叔父の前ではずっと猫をかぶっていたのだろう。叔父を味方につけていれば、自分にとって何かと有利に働くことを分かっていたらしい。そして専務も、甥いを可愛がるあまり、甥いの言葉だけを信じ、本性に気がつかずにいたのだ。やすしは再び、スマートフォンに収められた証拠の数々を専務に見せる。専務、これが証拠です。ショックを受け、力なく膝から崩れ落ちた専務に対し、私は語気を強めていった。彼に問題があることは、専務である君にも伝わっていたはずだ。それなのに、注意するどころか、守っていたとは、どういうことだ。権力を利用して、身内だけ甘やかすなど、許されないぞ。申し訳ございませんでした。ほら、お前も頭を下げなさい。専務は、上田の頭をつかみ、無理やり下げさせ、必死に何度も謝罪させる。甥いを退職させることにします。多大なご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。なんで俺が辞めなきゃいけないんだよ。おじさんの力があれば、会社で俺に文句言ってくる奴もいないし、一生楽して稼げると思ってたのに。上田が専務の手を振り払っていった。それに専務が悲壮な表情で叫ぶ。お前はもう黙りなさい。未だに全く反省の色が見えない上田だが、退職するのであれば、もう関係はないだろう。しかし、長年共に働いた専務の家族だ。できることなら、性根を入れ替え、社会人としてのモラルを持って、一から頑張ってもらいたいものだ。彼はまだ若い。これからは甘やかすのではなく、正しく導いてやりなさい。はい、お約束いたします。こうして上田は退職し、会社には再び平穏な日々が戻った。専務は自ら半年間の役員報酬を返上し、責任を取った。しばらくして会社の様子を見に行くと、若い社員に混じって生き生きと働く専務の姿があった。専務は私の姿に気がつくと、すぐに駆け寄ってきて、声をかけてきた。社長、お疲れ様です。その節は、本当に申し訳ございませんでした。ああ。だが、過ぎたことはもういい。大事なのはこれからだ。見たところ、なんだか楽しそうに働いているじゃないか。そう言って私が笑うと、専務が照れくさそうに答える。あの甥いの一件があってから自分を見つめ直しました。私はいつしか自分の地位にあぐらをかいていたのだと気づいたのです。かつて会長のおそばで会社を盛り立てていた頃の気持ちを思い出しました。そうか、それはよかった。これからも若い社員たちをサポートしてやってくれ。
はい。そう返事をした専務の表情は明るかった。やすしからも、専務がこれまでのことを社員たちに謝罪し、これまで以上に会社のためにやすしをサポートしてくれていることを聞いていた。人は年齢を重ねても失敗することはある。大事なのは自分の非を認め、改心し、また努力を続けていくことだ。しかし、改心しなかった者もいる。上田は、専務や専務から話を聞いた両親が必死に性根を入れ替えようとしたが、聞く耳を持たず、結局反省することはなかったそうだ。懲りもせず、おじさんの取引先に就職したいから偉い人を紹介してくれ、などと甘えたことを言ったらしい。だが、当然紹介などするわけがない。こうして家族からも呆れられ、誰にも頼れなくなった上田は転職を繰り返し、今も落ち着き先が見つからないらしい。人の気持ちを散々踏みにじった結果、誰からも相手にされなくなってしまったというわけだ。さて、私はというと、心配事が解決し、再び穏やかな日々を過ごしている。やすしは私が見込んだ通り、社員はもちろん取引先からの信用も厚く、頼もしい限りだ。彼に社長を任せてよかったと心から思う。これからも会社の発展に大いに貢献してくれることだろう。プライベートでは娘婿として一緒にゴルフに行ったり、食事をしたりしながら、いろいろと話を聞いて良好な関係を築いている。困ったことがあればいつでも頼ってほしいと伝えると、やすしは本当に嬉しそうにしてくれた。年齢を重ねても人の役に立てるというのは嬉しいことだ。私はこれからも大切な会社と大切な人たちを守るためにできる限りのサポートをしていきたいと思っている。